皆さんおはようございます。週末のね、朝早くありがとうございます。もう慢性腎臓病をテーマにしてお話しするようになって、もう、1年近くなるんでしょうかね。まあ、YouTube 自体はそこまでになりませんけど、このセミナー自体はね、そこまでにならないかと思うんですけど、で、やっぱ年々増えてますね。まあ、全国では今1480とか1000、まあ、700とか言うけど、学会の方では2000万人にもう達してるんではないかということなんですけども、まあ、多分今日参加されている方は、そういう病気に対する、リテラシーが高い方が多いから、関心を持っていろんな情報を取られている方が多いと思うんですけども、まあ、一般的にはまだ自覚症状がほとんどなくて、まあ、どういった形で来るかというと、まあ、むくみとかね、それから、あとは病院の方での健康診断で、やはり国も慢性腎臓病に関しては問題としてますよね。まあ、医療費も1人500万はかかるそうですね。ご本人様が払うわけではないけども、今ね、高額医療の問題も出てますが、もうまさしく高額医療の対象となる疾患ではあります。で、透析されている方が全国でやっぱ34、5万人いらっしゃるということで、この数はやっぱり欧米、中国等々で比べると、人口割合ではやっぱり非常に高くて、まあ、データの色取り方によってなんですが、まあ、全国、世界では3番目かなということになっているようですね。まあ、台湾とか韓国も多いんです。だけど1番はアメリカ、2番目が中国というような感じで、人口割合で考えれば、まあ、1億2000万人ぐらいしかいない日本の中で34万人っていうのはかなり高いんだと思います。ただ、医療のこういう普及している日本と、そうでないエリアとでは、透析ということを受けられる環境にない方もいっぱいいらっしゃいますよね。だから一概には言えないんですけども、でも少なくはないですよね。ええ。人口が減ってる割には人口が本来減ってるわけなので、減る割合に応じて、本当は病気も減っていかなきゃいけないんだけど、慢性腎臓病は増えていってる。透析に関しては若干微減なのかもしれないんですけど。だからそれだけ透析の予備軍がすごく増えてきてるってことですね。で、自覚症状がないので、本当は進行してからってことだと思います。ということで、セミナーの目的はですね、本当は病気の、入り口のところ、あるいは、慢性腎臓病の定義を知っていただいて、その定義の中の、ステージでいうとこの、ま2とか3あたりのエリアで、後で2と3って何なのってことは後ご説明しますが、そのエリアであればかなりいい効果が出せてます。はい。なので、ぜひ、もしそういう方がいらっしゃったら、ご参加いただければなと思います。から、雑誌の方でも、いろいろと今、取材を受けたりしてまして、ちょっと今回、手元で今ないんですけども、寿という、あれですね、ちょっと準備をもしよければしていただけると、後で共有したいなと思うんですが、事務局の方でご用意いただけるでしょうかね、共有画面の方でね。はい。寿って雑誌の中で私がちょっと取材を受けたものと、お勧めしているものとかありますので、今日ご参加の方にも共有したいなと思います。じゃあ、準備ができましたらね、教えて、ご連絡いただけるとありがたいです。それでは、始めていこうと思いますね。はい。で、一応、クレアチニンが気になる方のためのセミナーってことなんで、もうクレアチニンって言葉を知ってるってこと自体はもうかなり、もう、その慢性腎臓病というか、腎臓病に関する知識おありの方なと思います。なので、だとするとね、基本的なこととかが、最初にありますので、その辺はね、うんうん、そうだなというふうに聞いていただければありがたいです。で、何度か参加されている方には同じ画面で恐縮なんですけども、
YouTube、今最近ね、ちょっと大変忙しくて、今日更新ができてないんですが、この YouTube でですね、慢性腎臓病のことも話しておりますし、特にお勧めしてるのは、これ、補腎の効果があるということで、カフェインもなくてですね、利尿作用もあって、抗酸化作用もあるというのは黒豆茶なんですね。で、黒豆茶、本当に、腎臓にはいいです。で、腎臓っていうのは、東洋医学の腎臓っていうのは、西洋医学の腎臓以外にも、妊活みたいなホルモンですね、内分泌、そちらの方にもいいんですね。あと、老化現象にもいいんで、いろんな意味で私、お勧めしてるんです。で、私自身もね、この黒豆茶は、もうね、10年以上飲んでますね。毎日。これ、黒豆茶なんです。これ、真っ黒なんですよね。容器は真っ白なんだけど、本当にね、すごく香ばしいです。で、市販されてる黒豆茶とか、ティーパックのもの、もうはっきり言って全然比べ物にならないです。できたらぜひ、やってみてください。あと、こちらのお鍋ね、これ、豆乳を作ってるんですけど、色がちょっと紫色ですよね。これは黒豆豆乳なんです。で、これは、豆を、一つ洗って、タッパーの中にお水をつけてですね、お水につけて、一晩寝かした状態から、ぐつぐつとだいたい20分ぐらい煮ていくと、こんな感じになりますね。で、ちょっと水は少し足さなきゃいけない。1リットルぐらい足すのかな。で、20分煮て、豆臭さが取れてきたら、こういう布でこしてね。で、その前にごめんなさい。豆はこさなきゃ、砕かなきゃダメだね。だからミキサーかなんかで砕いていただかなきゃダメです。すいません。だから一晩漬けた豆をですねミキサーで砕いて泥状にして、でそれにお水入れてだいたい1リットルぐらいで、だいたいお豆は 300cc、300グラムぐらいかな、150とか300、200ぐらいですね。で、1リットルぐらいのお水を加えていただいて、で、ぐつぐつと煮るということですね。薄めの方が好きな方は2リットルでもいいです。はい。で煮ていただいて、こしていただく。美味しいです。本当にこんな美味しい豆乳あるんだなと思ってね。これ本当にいいですから、ぜひやっていただきたい。で、恐縮です。精神科薬局、東京と千葉の方にしかないんですが、今度5月の1日に町田の方にもできまして、21箇所の相談室。で、精神科は漢方と鍼灸、それを両方やって、それで東洋医学っていうのは漢方だけ、鍼灸だけって格好ではなくて、両方やることで、基本的には治療として完結するんですね。だから漢方薬だけでやる治療と、鍼灸だけでやる治療は、やっぱり片方だけの治療じゃなかなかいい効果が出せません。ということで、一緒にやってるのが私も特徴になりますので、はい。で、私自身もですね、いろんな学会にも所属してます。今回のテーマであるところの日本腎臓病協会とかね、ああいった協会の方にも入りながら、新しい、漢方の腎臓病の情報を取りながら、あとは、世界中薬連合会という連合会の中で、美容だけじゃなくですね、治療方法の、いろんな研究もやっております。精神堂の特徴としては、ここにも書いてあるように、あの16名の、中国のドクターと、それから、30名の、薬剤師、鍼灸師の国際中止を持っている、臨床中医専門士っていう資格を取られた方たちとで、構成されています。で、その中で、漢方は煎じ薬に。これね、特に腎臓病のある方なんかは、不純物が加わると良くないですよね。不純物があるといけない。だから、お粉とかの漢方薬良くないと思う。当然、錠剤なんかもっと不純物多くなる。不純物というか、添加物というのかな。これはできるだけ避けたいですね。それからやはり、漢方と鍼灸を融合させるためには、やはり漢方の専門家、鍼灸の専門家は当然必要なんですけど、そういうふうな、部分での、治療の構成ね、コーディネートしていただくために中医師の方も必要だということで、この3人の専門家でやってます。で、これはもう一番最初の話で、最初で皆さんもよく知ってると思いますけど、腎臓の、場所と
大きさと、その構造ですね。腎臓っていうのは、まあ、このね、絵であるように、ちょうど腰骨の上あたり、腰骨の上あたりにだいたい拳大の大きさのちょっと一回りぐらい、そういったところですね。だいたい100、100から120グラムぐらいの重さのものが2つあります。まあ、縦横でだいたいね、5、6センチ横、縦が12センチぐらいの大きさ、結構大きいですよね。まあ、だから拳よりちょっと、拳よりちょっと一回りちょっとちっちゃいのかな。で、結局構造は、腎臓っていうのはこの皮質と髄質に分かれていて、まあ、外側の方に、こういうその腎小体って言われるような、まあ腎臓っていうのはまあ確かに、皆さんが多分知ってるように、なんていうかおしっこを作るところっていうイメージがあると思います。確かにそれ間違ってないんですが、ろ過するろ過ってきれいに血液をきれいにするそういう、部分と、そこに血液を運んでくる血液を運んでこなきゃいけないので、そのためのこの血管ね。だから動脈っていうのはまあ、きれいな血管血液、それから静脈っていうのはまあ、汚いものが入っているってことなんですが、心臓から流れてきたものがここに入り、それで出ていくってことなんですけど、まあ、腎臓の場合はちょっと特殊な関係になってますよね。はい。で、右で見ると、この、糸球体っていうんですね。このなんか糸くずのようなくるくるっと丸まったものを糸球体って言いますね。糸球体の中にはこういう血管の塊、動脈から静脈へと。本来だと酸素を多く含んでいる動脈なんですけども、腎動脈の場合はその中に入っている老廃物を、一回ここで出す。そして、取り除かれたものが静脈の流れてくるっていうことですね。ごめんなさい。そうです。細動脈の方に流れてくるということですね。で、そういう意味で、なってますけども、えーそういう血液のろ過をしているところでもあるし、まあ、ろ過のメカニズムっていうのはこういうふうなネフロンという、で、こういうふうなネフロンっていうのは一つの単位となって、右左にだいたい100万個ずつ。だから左右なので200万個あるってことね。だから200万個あるこの子宮体、ネフロンが、何パーセント稼働しているのかっていうようなイメージ、まあ、ちょっと水酸ろ過量っていうんですけど、まあ、それを今すごくなんか腎臓の機能の目安としてるんですけども、まあ、その基本のベースはこの、子宮体っていうネフロンね、ここの部分のネフロンの、割合、これが100万個ある左右で200万個ある分の何パーセントが今元気なのか、逆に何パーセントはダメージ受けちゃってるのかということを調べるのが、まあ、表記するのが EGFR と思っていただければいいと思うんですけどね。まあ、そういうふうなイメージで、腎臓っていうのはそう構造になっています。ね。非常に重要なとこですよね。で、今もあったように、腎臓というのはこういうふうに、腎臓の動脈から静脈へとこう流れていくわけなんですが、この体を巡ってた血液、いろんな全身を巡ってた血液が、この糸くずのような血管、細い血管ですね、その中を通るときに、まあ、一回全部出すわけだよね。全部というか、まあ、当然この赤とか白とかっていうのは、ここに赤っていうのは赤血球、白っていうのはタンパク、こういったものは全部、これは出ないわけですよね。これは大きいですからね。で、老廃物だけこう出していく。老廃物とかお水を出す。ね。老廃物だけじゃないんですね。本当は糖とか、それから、まあ、尿素とかね、そういったのも出していくんですけども、で、その中で、再吸収と水を再吸収していく。ミネラルも再吸収されていくということですよね。はい。で、こういう構造になっている。だから、本来で元気なから腎臓であれば、赤血球とかタンパクみたいな大きなものはこの血管をすり抜けることはないので、こちらから出るおしっこなんて出ていく側にはあんまりタンパクとか、赤血球出ないということですね。はい。出ないで、守られたままずっといく。で、まあ、体の中の水分を一回こして、で、99%再吸収するという流れになってますね。
腎臓の主な機能というのは、老廃物を体の中から排泄するということで、だいたいどのぐらいの量ろ過しているのかというと、150リットル。ね、すごいですよね。だいたい寝そべれる浴槽のだいたいお水が150リットルぐらいだそうです。ね。まあ、大きなお風呂ですよね。あれ一杯分ぐらい。それが150リットルの血液。その中の、まあ、老廃物、それから塩分、特に水分ですね。こういったものを1回出して、で、1.5リットル。まあ、その100分の1、1%がおしっことして、濃縮されて出ると。ね、99%は再吸収する、水分ね。だからまあそういう面でこの1%がおしっこになってるってことですね。大体1日の、尿量って1.5リットルぐらいって言われてますよね。原尿はね。それから意外と知られてないというか、まあ腎臓を患った方は分かると思うんですけど、腎臓機能が低下してくると血圧を調整することができなくなってきます。これはレニンっていう血圧を調整するホルモン物質を出しているところなので、これによって、血圧が上がってしまうわけですね。レニン、安重天神経って言って、その流れがあって、そのよって血圧が上がります。実際まあ、腎臓機能が悪くなるケース、私も不妊症をやはり相談が多くて、ずっと受けてるんですけども、今も受けてるんですけど、妊娠された後の患者さんというか、妊婦の方もですね、ご相談を受けてるんですけど、20週から30週、妊娠してから20週からだいたい30週ね、だいたい赤ちゃんの重さでいうと250グラムから、1キロぐらい。ね、そのぐらいの大きさになっていく過程の時に、やはり胎盤の働きが悪くなることもあるんですが、その関係で腎臓にもですね、影響を与えて、妊娠高血圧腎症という格好でなることがあるんですね。で、こういう血圧はですね、なかなか普通の血圧の下げるお薬では、要は血管を広げるお薬とか利尿剤じゃなかなかうまくいかない。だからやっぱり腎臓が悪くなると、本当血圧は上がってきます。それから血液を作るこういうホルモン、エリスロポレチンっていうね、エリスロポレチンっていう、ホルモンを分泌してて、骨髄での生成を促してるんで、これは末期になりますね。だから、一応腎臓病のステージって、まあ、1段1から5っていうふうになってるんですけど、まあ、4から5になってくると貧血傾向が出てきます。からあと、体内の環境ですね。体液、まあさっきの老廃物ってことありましたけど、体液量、イオンバランス、だからナトリウムのカリウムとか、こういったものが維持できなくなって、血液の液性が変わってくるということですね。はい。から骨を作る力、これもカルシウムを体内に吸収するっていうのに必要な活性型のビタミン B を生成しているってこともあるので、腎臓病悪くなると骨が弱くなりますね。まあ、結構いろんな腎臓っていうのは働きをして、おしっこを作るだけじゃないんですよね。はい、特にやはり血圧とか、まあ、このイオンバランス、ね、血液とか骨っていうのはかなり末期になってくると出てくる。だからまあここは本当にもうステージが進んじゃった状態ですね。その前の段階で何とかしたいですよね。クレアチニンっていうのは何かどうやって生まれてくるのかというと、これはクレアチリン酸というその筋肉のエネルギーを作るときに生まれるもので、それによってクレアチンリン酸塩が、クレアチニンというものに変わるんですね。だから筋肉の運動が多いとですね、そういったなんて言うんでしょうか、あのまあ、筋トレとか、あるいは急な登山とかですね、私もですね、ちょっと慣れない、あんまりやんなかったんですけど、家族と一緒にですね、高尾山まで受かったんですけど、その後、陣馬山までぐっと登った後、あんまり運動してないのに、急にこう上がったり下がったりね、したら、やっぱこのクレアチニンというのは一時的に高くなることがあります。ちょうど翌日がね、血液検査する日だったんですよ。健康診断だった。まあね、息になってやってたら、クレアチニンが上がってましてね。
心配されましたけど、まあ後で再検査は正常でしたね。だからそれだけ、筋肉運動をする人、筋トレ今すごい好きですよね。筋トレもね、まあ若い時はまだ腎臓元気だからいいのかもしれないけど、僕はあんまりマッチョにするっていうのもどうかなって感じがしますね。ましてやプロテインとかあんまりよろしくないですよね。言っても聞かないけどね、みんなね。はい。まあ、こういうふうに、クレアチニンってのは体にとってあんまり、いいものじゃないので、早く越しましょうということで、越していくってことなんですよね。だけど、腎臓の機能が悪いと、クレアチニンが高くなっちゃいますね。うん。で、冒頭で言いましたけど、慢性腎臓病、この CKD ですね。クロニックキンドニー、キドニーディジーズですね。で、結局、その慢性の腎臓病というのは、ここの段階で一応、まあ、取ったのは1480万人ってことで言ってますが、今、慢性腎臓病学会の方、協会の方でいろいろ出してるデータだと2000万人ぐらいになってるっていうことなんですね。だから糖尿病が大体1000万、ちょっとですから、糖尿病の患者さん、まあ、血圧もそんなもんですかね。だからそう考えると、一番国民病として一番多い国民病だということだと思います。20歳以上の成人の方の、この段階では7人に1人だったんだけど、今2000万人っていうと超えてくると、まあ、5人に1人ってことですね。まあ、それだけどんどん今、この予備軍が増えてます。昨日もお見えになられた方、その方は54歳、4歳かな、の方だったけど、年々やっぱり下がってきて、この前、健康診断でだから48でしたと、まあ後で出てくるんですけど、EGFR がね。だからそうするともう48っていうのはもうね、CKD ですよね。だからまあ本当に気をつけなきゃいけないんだけど、意外と自覚症状ないからね、気をつけないといけないですよって話はしとったんですけど。で、慢性腎臓病どうしてなるんですかっていろいろなケースになるんですね。腎臓機能は年とともにだんだん誰でも下がります。まあ、どの程度下がるかというと、最初言った200万個あるものが、まあ、大体、0.5%ぐらいずつまあ、ぐらい下がると言われてますね。だけど、こういう持病がある方、あるいは若い時、あるいは成人になってから、その子宮体の腎炎をやったり、それからあと生活習慣病でいうとこの高血圧、糖尿病、脂質代謝異常とか肥満とかですね、こういったのがあるとですね、糖尿病なんか特に進行しやすいんです。年に3%から5%ぐらい下がると言われてるんですね。だから怖いですよね。で、糖尿病なんかもやっぱり発症っていうか、もう糖尿病ですよ。まあ、糖尿病ですって大体空腹血糖が、まあ、120以上でもうボーダーですね。もう大体それがもう糖尿病になってるわけですけども、あとグリコヘモグロビンでも6以上になってくると、やっぱ糖尿病ですよね。まあ、糖尿病と言われてきますよね。だからそういう意味では、まあ、この糖尿病があるとですね、大体発症してから15年ぐらいで急速に悪くなるそうです。だから、血糖を下げててもそういうことがあるそうなので、ぜひね、これ気をつけていただきたい。で、意外と糖尿病の専門の先生もですね、糖尿の血糖のコントロールに関してはすごく、まあ、血糖と血圧と脂質代謝かな、悪玉コレステロール、これは結構セットで見てくれることが多いんですけど、クレアチニンだけを調べてることも多いので、クレアチニンって通常0.7とか、ね、そのぐらい、0.75とか、そのぐらいなんですけど、それから0.8とか0.9とか、まあ言ってもね、そんなにこう高いって感じないですよね。やっぱり1%未満っていうのはもうこれボーダーなんですけど、やっぱりね、結構その時にはもう進んでるんですよね。だからやはり、気をつけていただきたいなと思います。で、何度も言うように、自覚症状は、初期の自覚症状は本当軽微です。気づかないうちに進行していることがいっぱいあります。で、僕らもこの気づかないというか、軽微なものであったとしても、注意をしてみれば分かることがあるので、その辺を今日ご紹介して、ぜひ早期発見と早期対策を取っていただきたい。早期対策はやはり西洋的な
腎臓病のお薬がないんですね。だから、やはり腎臓の機能を回復させるためのお薬ってないので、これは東洋医学いいです。で、大体検査で調べてるのは、今日のテーマである血清クレアチニン。さっきも言いましたが、男性の方は当然ちょっと筋肉量が多いので、若干高い。それから若い年齢の方が、筋肉量が多いですね。年齢が50歳、60歳になると筋肉が落ちてきますから、低くなります。痩せてる人の方が低いです。なので、クレアチニンは低いというだけでは分かんないこともあるんですね。クレアチニンがこの1以下だったとしても、実際は、EGFR とその上のね、見ると、この高い場合も、低い場合もあるんですよね。なので、この EGFR というね、この部分、ぜひ意識していただけるといいと思います。これはクレアチニンを元にして、年齢と性別で、その方の持っている腎臓のある意味で、ろ過率を調べてるんですが、ろ過率といっても分かりにくいので、簡単にはその人の持っている腎臓の、機能が何パーセント機能しているか。だから、60%以上だったら、いいにしましょうって言うんだけど、一応は90%以上が正常ですよね。なんとなくね、分かりますよね。90以上は正常。で、90から60までを一応境界型というふうに言ってんですね。だから80とか70とかってもう境界型なんです。で、60切ると病気ですよっていうことなんですね。はい。で、当然、このタンパク尿っていうのは、さっきイラストでもありましたように、本来は血液の中に出るものじゃないんですね。えーすごく激しい運動をしたりとか、中にはそのプロテインをいっぱい飲んでしまってとか、ね、お肉大好きでとか、そういうことで、ちょっと出ちゃうことがあります。で、早朝尿を調べていただくと大体わかります。ウロペーパーで、0.15未満のっていうのはプラスマイナスだと、大体プラマイは0.15、150ミリグラム以下ですね。だからそれ以上になってくるとプラス1になってきます。だからやはりこれよく見とく。これはプラスなるよだともう完全にもうそれ段階で、慢性腎臓病の仲間入りです。尿酸は、生活習慣病の中のさっきの血圧とか糖とか脂質とは、ちょっとカテゴリー別ですけど、やはり尿酸っていうのはガラスの繊維なんですね。で、こういうものが、通常は57.5と書いてあるけど、普通は5.0ぐらいかな、5ぐらいですね、5前後だと思います。で、これが、やはり、6とか7とか、7までは一応正常としてるけど、高いですよね。だから5前後だと思いますが、これがやはり多くなってくると、これはガラスの繊維なので、さっきの子宮体ってところに詰まり出すんですね。で、これがやっぱり影響を与えます。それから尿素窒素ね。大体 BUN って括弧で表記されていると思います。で、これもですね、タンパク質の食べてるタンパク質ね、お肉とかプロテインとか、ああいったタンパク質が、代謝されてね、で、老廃物の形になったのを血液中の窒素なんですけど、食べ物に由来するものなんですね。だから、お肉が好きな方とか、プロテインをいっぱい飲む方は、この尿素窒素が高くなりやすいんですよ。で、そうすると、これもやっぱ毒性があるものなんで、良くないし、速やかに処理しなきゃいけないから、尿素窒素も、20以下っていうか10代ですよね。だから、これが上がってくるというのもかなりやっぱ問題があります。血清、スタチン C っていうのは、今新しい検査でね、筋肉量とか、そういったものに影響を受けにくいということでね、精密検査でやることもあるかもしれない。で、ステージっていう言葉を何度も言いましたけど、ステージっていうのはここに書いてある、GFR ね、さっきの EGFR の、えっと、グレ、グル、G1、G2。で、3は A と B に分かれてて、4、5と。だから大きく言えば5段階に分かれてます。ね。この、EGFR の GFR の、段階によって、正常なのか、境界型なのか、病気になっちゃってるのかということですね。先ほどもちょっと言いましたが、この緑なものが一応正常とされているものです。ただ、この90%以上のものを本来は正常と言ってますね。
で、89から60までの間は、どちらかというと境界型です。境界型。ね。だから自分が70だから安心とかそういうことはないんですよ。境界型なんですね。下がってきてるんです。えで、実際病気になるのは60切ってからっていうことで、45から59、これは結構まだ機能としてはまだまだ残ってるので、この段階で本当に漢方を飲んでほしいです。そうしていただければ、本当に早く、境界型まで戻ること十分可能です。もうやっぱり腎臓の機能っていうのは不可逆性なので、ダメージを受けてしまうとなかなか戻んないんですけど、軽度の場合はある程度血管の詰まりが取れたりとか、再生が促されてなることがあります。で、僕らがやはりある程度相談を受けて一番効果を出しやすいのは 3B グラムですね。だから EGFR が30以上、こういう方は漢方を飲むと本当にいいです。本当に数字の改善が、例えば3ヶ月とか半年ぐらいでかなり改善します。なので、ぜひこういう方はご相談いただけるとありがたいです。この段階で対策を取っておけば本当に予防がいいです。ですけど、ほとんどの方がもう30切ってから相談いただくケースが多いんです。っていうのは、30を切ると病院の方でもですね、透析の話が出だすんですよね。えもう EGFR が20代になってくると、そろそろ透析のためのシャントっていうのをね、血管の動脈と静脈を縫合するね、その、えっと、け、あの、手術をしなきゃいけないっていうか、で、シャントをして、そこから透析をするって格好になるので、その話が出始めるんですね。もうね、30切ってからっていうのはかなり腎機能が落ちてます。先日、今受けている方は、幸いにしてね、この方は30、30だったかな、32だったか。だから本当ギリギリ。もう、で、今50代の後半まで上がりましたね。だから本当に良かったです。だから一応タンパク尿が出てない方はそういう数値で、もしタンパク尿がそういうふうに出ちゃってる方、ね、こういう0.5、150ミリグラム以上出ちゃってる軽度なプラス1からプラス2あたりまで、の方は、もう1ランク上がります。プラス3以上になるとですね、かなり予後が良くないです。はい。なので、気をつけてください。と言ってもね、はい。で、腎臓が障害されるとどういうふうになるのかということで、何度も同じことをお話しているようですけど、血液中のこういう、丸やかのね、血液、赤血球とかタンパクとか、こういったものまで出ちゃうようになる。だから尿検査をすると鮮血、尿鮮血が出たりとか、尿タンパクが出たりするので分かるわけですね。こういうのは分子量大きいし、血管がある程度穴が開いてるわけですね。その穴から漏れてくるということです。それから、それをほっとくと、どんどん腎機能が悪くなって、当然、処理できないので、クレアチニンが高くなってきますよね。はい。で、腎臓の機能が低下すると現れやすい、症状、先ほどもあったように貧血とかね、そういったなんていうんでしょうか、皮膚病とか、ね、息切れとか、そういったのはあるんですが、やっぱり一番わかりやすいのは、まず、尿の泡立ち。これ男性の方は多分、立っておしっこされるんでわかると思うんですね。座ってされる方の場合は分かりにくいかもしれない。立ってすると泡立ちがすごく分かりやすいです。泡立つのはいいんですけど、スッと消えていけばいいんですけど、1分経っても消えないケース、これはタンパが出てる可能性があります。それからむくみですね。ソックスの跡が戻らない。ね、結構、へこんだ状態が続くとか。あと、夜間尿が、夜間頻尿っていうのは夜中に2回以上起きるの夜間頻尿って言うんですけど、やっぱり夜間頻尿。ね。この辺はやっぱりすごく分かりやすいと思います。疲れはいろんな原因になるからね、一概に言えないんだけど、疲れが抜けなくなります。なので、上の4つに関しては、やっぱり一番分かりやすい症状、この4つがあったらね、一回ね、ぜひ、家でウロペーパーでタンパク尿出てないか、あと家で血圧測ってもらったりして、
血圧は高くないか。そういうのなければ予備軍なんで、ぜひ相談に来てください。まあ、タンパクにあってもいいです。で、冒頭で話しましたけど、これ、2015年でだいたい32万人、今34万人を超えてるのかな。だから結構透析の患者が本当増えてます。で、透析になる理由っていうので言うと、まあ、慢性子宮体腎炎という、こういったいろんな IgE 腎症とかね、ああいったものから来るものは、大体全体の2割ぐらいで、一番多いのはやっぱり糖尿病ですね。あとは、血圧、あと脂質代謝異常をこう一緒に絡んでるもの、あと糖尿病であったら肥満がね、ある方なんかは特にひどくなります。なので、病院では血糖のコントロール、HbA1c は、まあ、6.5以下ですよね。はい。まあ、7以下っていうのはちょっと甘いと思うね。6.5以下かな。体重はやっぱり BMI で、私はね、今ね、BMI25 で、24で、まあ、までが正常なんで、もう、私今68なんで、まあ、EGFR は77ぐらいなんですね。だからまあ、一応、ボーダーですよね。はい。なんですが、1年ちょっと前は、BMI が28グラムだったんですよね。なんで、25まで落としました。はい。糖質を抑えながらファスティングしました。もし興味ある方はね、精神堂の中で微血ファスティング、血液をきれいにして、糖化を下げるファスティングっていうのやってますんで、よかったら見てみてください。あと、喫煙ね。これはもう絶対ダメですよね。もう血管をボロボロにします。あと血圧。血圧はまあいろいろありますが、まあ80の120っていうのが一つの目安なのかな。まあ130以下ですよね。ですけども、まあ年齢が上がるとちょっと上がってくるんで、まあ90未満、140未満っていうのが一つの目安かな。えーまあ、あと、血圧のコントロールされている方は病院の方でね、指導があると思います。あと、食事療法に関して言うと、やっぱり、一つは、タンパク質を取りすぎないようにするっていうことですね。大体、大体体重、かける、まあ、そうですね。だから、えまあ、50キロだったら、まあ大体50キロぐらいだったら50グラムぐらいっていう感じで考えたらいいんじゃないかなと。タンパク質が何も出てなければ、まあ1.5倍ぐらい、75グラムとか、そのぐらい取ってもいいと思うんですね。若い方だったら100取ってもいいと思うんですけど、まあ、できるだけそうしていただく。ね。だから薬物療法はあんまり現代学でいいのはないです。まあ、若干ね、ちょっとこういった、今、欲しいがね、有名になりましたね。SGLT2 阻害薬って、まあ、要は腎臓から糖を出すね、ものですよね。で、まあ、これは、まあ、腎臓保護作用があるってことで、まあ、まあ、うん、だけど腎臓を良くするお薬じゃないからね。だから腎臓を良くするお薬ってないんですよ。利尿剤飲んでも良くならないしね。うん、だからまあ、血圧が高いと悪くなる、血糖値が高いと悪くなるということで、そういった対処療法の薬がほとんどで、腎臓自体を良くするお薬ってないんですよね。はい、逆に漢方にはいいのがあります。で、補腎という言葉があるように、腎臓を元気にする薬草っていうのはあるんですよね。で、補人には最初、ちょっと冒頭で言ったように、生殖器、だから例えばED のような精力減退とか、そういう方もこの補人薬使いますし、女性の方の不妊症とかにも補人薬使います。あとは、やっぱ老化もですね、老化現象も腎虚っていうんですね。腎が弱くなると老化がする。まあ、老化が進むと、やっぱ動脈硬化も進み、動脈硬化が進むと腎機能も低下する。なので、老化の予防をやるために、僕もこれ飲んでますけど、補腎薬やってます。で、まあ、簡単な補腎薬としては、この黒豆、いいですよね。で、私はこういう六条系のものとか、冬中夏草も、これは粉でね、飲んでます。はい。冬中夏草っていうのはご存知ですかね。冬の虫、夏の草って書いてあるんですよね。うん、まあ、冬は幼虫に、夏はキノコに見えることから、
冬虫夏草という名前がついたということですよね。こういうね、幼虫に寄生して、こう、キノコね、菌糸体なんですよね。で、キノコの仲間というふうに言われていますね。キノコの仲間。コウモリガというガの幼虫に寄生して成長するのが一番最初に、この冬虫夏草の始まりですね。うん。で、冬虫夏草の中にはアミノ酸とかミネラルとかビタミンとかね、あと、まあ、免疫、この冬虫夏草はやっぱがんの漢方薬として結構有名になりましたよね。で、肺がんとかね、肺の機能を強くするとかいうことで、免疫機能を高めるとかいうことでもなったんですけど、やっぱ補腎作用が一番強いんですよね。低酸素でも、こう、まあ、こう体が、なんていうか、動くというかね、そういったことがあったり、年をとっても結構元気だったりする。まあでも非常にもう、冬虫夏草高すぎでね、なかなか手に入りません。で、うちもこれ、冬虫夏草なんとかできないかということで、うちも漢方の専門店なんでね、それで冬虫夏草をちょっと特殊ではないけど、お願いして、特別に、入手させていただいて作ったのがあります。で、まあ、これこういった西洋医学で血圧だ、糖尿病だとかいうのをコントロール単独でやってるケースと、漢方を使ったケースでどのぐらい差が出るのかっていうと、まあ、これ49名でね、まあ、やったわけなんですけども、有効に働いているのが漢方を使うと45名。ね。すごいですよね。だからまあやる価値あるなと思います。私もでもあります。ただね、漢方はさっきのような、何でもかんでも冬虫夏草を使えばいいとかいうことじゃないんですね。体質があります。漢方っていうのは、簡単に言うと、CKD っていうね、こういうその腎臓の機能が低下している状態には、まあ、大きく言って、まあ、その五臓って臓腑もありますが、まあ、一応腎という機能という腎をベースに考えるとですね、この中で何がいらないものが溜まっちゃってる、何が足りなくなってるのかっていうのがあるんです。まあ、一般的にむくみみたいなもの、こういうのはね、湿濁と言います。で、むくみっていうものだけじゃなく、例えばコレステロールとか血糖値とか、そういったものもね、この湿濁に、入れます。まあ、あと、この下にあるおけつと絡むこと、血行障害が出てくると、おけつになります。ね、むくみとか、そういった感じだと、湿濁ですね。で、こういったものには、筋線草とか、遮前子とか、半夏とか、伏量とか、ね、こういった薬草を使います。で、例えば筋線草とかね、あんま聞いたことないと思う。こういったのと合わさったのもある。ね。あと、ツボだと飲料線で膝の内側のところにあるツボね。あと3種で腰の方にあります。水分のおへその下ね、ありますよね。おへその上ね、ありますよね。あと、法隆ね。有名ですね。足のね、まあ、すねのあたりですね、あります。まあ、ここに針とかお灸をね、据えるといいです。あと、おけつっていうのはね、やっぱり血管が詰まってくるじゃないですか、腎臓病の方って。だからやっぱりこう、血管がね、そういう毛細血管が詰まり出すわけですよ。で、これがやっぱり一番こうまずいわけですね。詰まるときに、この上の湿濁という、このグミみたいなね、ブヨブヨしたような、そういったものと、そのドロドロとかこう重なって詰まっちゃうんですね。これがもう腎機能を下げるので、まずはこの湿濁とおけつを取り除く治療っていうのはまあ必要です。で、現代人はこれが多いです。さらに、熱毒、これはね、ストレスとか、あとはまあ、リンですね、食品添加物、特に無機リン、そういったもの、あとは鎮痛剤、はい。ね、解熱、まあ熱取るのになんで熱毒生まれるんだってことなんですけど、そういったまあ、プロスタグランチンを抑えるのもね、特にその、まあ、非ストレート性の鎮痛剤とかですね、そういった一般的なよく痛み止め使いますよね。こういったのを使うと、やっぱりその溜まりやすくなる。から、年齢とともに、だんだん、この気虚とか、
体が冷えたりとか、あるいは栄養分がなくなったりとかします。まあ、これは個人の体質によって何がなくなってるかっていうのは違いがあるんで、ここはやっぱりその違いによって補うものは決めなきゃいけない。でも、腎臓っていうところはね、補いすぎると詰まっちゃうので、何でもかんでも補うんじゃなくて、まずは今溜まってしまっているものを取り除くっていう治療が最初になります。これはやっぱり専門家に見てもらわなきゃいけないんで、僕らの場合はオンラインでの相談室もやってますから、ね、まあ、舌とか、まあ、顔色とか問診させていただいて、何が溜まってるかを判断してから使いますね。あと、実際、冒頭で言ったように、精神堂の場合は鍼灸と一緒にやることも多いです。だから、来れる方はぜひね、やっていただきたいです。で、さっき言ったようなツボもありますが、これ、人間の体をストローのように考えたら、このストローが詰まるからそうなっちゃうんでね、これやはりぜひ、まあ、その方の詰まってる箇所がみんな違う。昨日の方ひどかったですね。もうね、ふくらはぎがパンパンになってるんですよ。紫色ですよ。もう気持ち悪いぐらい。足首なんかゾウさんみたいになって、もう、なんていうの黒くなってるんですね。で、一応調べたら、まあ、グリコヘモグロビンがね、6.0ぐらい、もう、だから糖尿病あるんだと思うんですが、まあ、一応、ボーダー。あとは、腎機能自体は大丈夫。あと、血栓が、D ダイマーとか、ああいった血栓の数値もそんな高くない。まあ、でももう、血で、単質も溜まってる。さっきのこういうね、2つ溜まってます。あと、下見たら真っ赤です。炎症もあります。だから、そういうのはまず一回取り除かないと詰まっちゃいません、どん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 ね。だから漢方である程度熱を取るのと利尿するものを使いながらツボを使ってます。ね。で、ちょっとさっき言ったように、鎮痛剤。これがね、一番良くないんですよ。うん、で、やっぱり、まあ、造影剤とかね、えーっと、こういった、ありますが、一番はエンセイズですよね。要は非ステロイド性の、えーっと、炎症鎮痛剤ね。こういったものが、よく皆さん飲むとイブとか、ブルフェンとかね、ロキソニンとか、あとそれの湿布薬とか使うと、これがね、一番良くないんです。だからできるだけ鎮痛剤の湿布や塗り薬、なんかまあ、バンテリン、ごめんなさい、商品名出しちゃうとね、いけないけど、インドメタシンの塗り薬とか、もうあんまりね、使わない方がいいと思います。まあ、どうしてもあれだったら漢方でいい痛み止めあるからね、そっち使った方がいいです。で、CKD になると、やっぱりいろんなね、これ、心臓と血管の疾患、脳梗塞とか脳卒中とか、狭心症、心筋梗塞、これに非常に、だから腎臓だけじゃなくてね、そういった脳血管障害を起こしやすくなるんですよ。だから、慢性腎臓病になると、やっぱり認知症にもなりやすくなるしね、ええまあ、治療としては透析とかなっちゃうから、最後はね、ならないようにして、で、透析してもやっぱりいろんなリスクが変えられないんですね。だから、ぜひしてください。で、これまあ、いろんな症例一部ね、この方はもう本当にクレアチニンがまあちょっと高かった方、もう1を超えてましたよね。だからまあ漢方薬を、使いながら、まあ、まあ、ある程度早めにね、下げることできました。この人は、EGFR がね、見てたと分かるように、もう10代ですね、12とか。もうこの12ってことは15切ってるわけですから、ステージは5ですよね。もうもう透析しなさいと言われ出す方ですよね。もうこの方の場合はね、もう良くなるというよりも維持することがもう重要ですね。できれば15代であれば15%はまだ維持できているので、これをなんとか守っていく。ね。それをやはりやります。これあと上線直帯以上でっていうのでね、まあ、イージーフレがね、こういう下がってる方、今の方ね。あと、腎臓に良い飲み物、さっき一番最初に言いましたが、こういう麦茶とかほうじ茶とか玄米茶、できるだけ、えーまあ、カフェインが入ってないのがいいです。ね。から、あと、タンパク質、カリウム、リン。特にリンは、お肉の中にも入っている有機リンもあります。有機リンはね、大体全体の吸収は50%ぐらいなんですけど、無機リンはほぼ100%。で、無機リンに関しては添加物なので、表示義務がないらしいんですね、リンは。なんで、まあ、某有名なプロテインの
会社さんありますけど、聞いたらですね、20グラムかな、一さじ20グラム100ミリぐらい入ってるそうですね。許容量として800なのかな、1日。だからあれ、一さじじゃないですね。4さじぐらいいるじゃないですか。もう400ミリぐらい。もうね、あれだけでもう超えちゃいますね、多分。だから、もう血管どんどんどん、リンはね、血管にくっついちゃうんですよね。だから、特に無機リンはね、だから気をつけていただいた方がいい。で、まあ、カリウムが多いのは、まあ、さっきのステージがもう4ぐらいになった方、15とか、そのぐらいの方はあるけど、それ以外の方はあんまり気にしなくていいと思いますね。で、タンパク質は、1キロに対して1グラム。だから50キロだったら50グラムぐらいね、さっき言いましたけど、まあ、特に制限がない方、タンパク量が出てないとかそういう方でなければ、まあ、1.5グラムとか2グラムぐらいまでいけるんじゃない、若い方はね。だから、青いお魚ね、青魚いいですよね。塩分はね、ここに8って書いてありますけど、一応ガイドラインには6グラムになってます。6グラムね、私ね、作ってみたけどね、美味しくない。うん、だからまあ、8グラム以下にしたらいいんじゃないかなと思いますね。で、一応食事に関してとか、なんかこう、聞きたい方はね、うち管理栄養士に加藤先生ってね、来ていただいて、本部の方でね、サポートしてますので、よかったらこの QR コードね、読み込んでいただいて、お友達登録してください。そうすれば、いろいろお答えいたしますので、ね、そうしていただければと思います。はい。ということで、あの、ありがとうございました。はい。ありがとうございました。まあね、お時間長くなりまして申し訳ございません。はい。ということで、これで終わらせていただこうかな。そうそうね。ごめんなさい。雑誌の方でしたね。はい。ありがとうございます。雑誌の方、そうですね。ありがとうございます。んそうでした。ありがとう。これは共有できてるんでしょうかね。これは共有がなされて、ありがとうございます。はい。これ、多分ですね、全国、あら、なくなっちゃいました。あら、なくなっちゃいました。すみません。この寿雑誌はですね、ご覧になられた方、全国の漢方の相談役さんの前で置いてるところが多いと思いますね。ドラッグマガジン社さんの方で作ってる雑誌でして、全国で40万部ぐらい出してるそうです。で、これはヘルシートークというのに取材を受けまして、慢性腎臓病について私一応お話をさせていただいてます。で、まあね、未病先防っていうことでね、できるだけまあ、未病の段階で、まあ未病っていうかまあ、ボーダーの段階かな、ね、境界の段階、だから、EGFR が90から60ぐらいまでの間でね、60から90ぐらいの間の中で本当やればいいんですけど、なかなかそういかないから、まあ、50代ぐらいのところからね、始めていただければいいと思います。それで、冬中仮想とか、いろいろそういうのを加えた、私どもの漢方の先生と薬剤師と、で、考えて作ったのが、これ、名門炭っていうのがあるんですね。で、これ本当に使っていただきたいなと思って、作りましたので、もしご興味のある方はね、いたら、私もオンラインの方で、やっておりますので、ぜひよかったら、試してみてください。結構、まあ、少なくともワンクールね、できたら半年やってみてください。ね。それでやってみていただくと、実感湧くと思いますので、はい。ありがとうございました。じゃあ、これで、終わらせていただこうかと思います。はい、本日ありがとうございました。失礼いたします。西野先生、ありがとうございました。講演はいかがでしたでしょうか。Zoom 退出後にアンケート画面が表示されますので、お時間が許す範囲で簡単に回答をお願いします。アンケートにいただきましたご意見を今後のより良いセミナー運営に生かしていきます。参加特典として漢方相談無料券と無料相談をご利用いただいた方の商品購入10%オフチケットをご用意しております。漢方相談は来店、電話、
オンライン相談のいずれもご利用いただけます。10% オフチケットはご来店いただいた方のみで、処方箋薬、鍼灸施術、またオンラインショップにはご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。セミナーの内容に関するご質問や健康に関する疑問について個別にご相談されたい方は、西野先生から直接アドバイスをいただけるオンライン精神度健康相談をご利用ください。画面上の QR コードを読み込むか、またはセミナー参加特典のご案内メールに記載した URL からもご利用いただけます。専用の問診フォームに必要事項とご相談内容をご記入ください。なお、問診フォームのご利用には Google アカウントが必要となりますのでご了承ください。以上で本日の講演は終了となります。ご参加いただきまして誠にありがとうございました。